マイの日本語ポッドキャスト。こんにちは。マイの日本語ポッドキャストへようこそ。マイです。皆さんお元気でお過ごしでしょうか？はい、今日はですね、日本人がよく使うスラングについてお話ししていきたいなと思います。日本語の教科書ではあまり習わないけど、日本人の会話とか SNS、あとは、YouTube のコメントとかでね、よく見る言葉があります。例えば、やばい、それな、ガチで。こういう言葉、皆さんも聞いたことありませんか？日本語を勉強している方の中には、意味はなんとなくわかるんだけど、実際にどう使えばいいかわからないって思っている方、多いんじゃないかなって思います。確かにこういう言葉ってちょっと難しいですよね。辞書に書いてある意味だけじゃなくって、使う場面とか、あとは声のトーンによってニュアンスが変わることがあるからです。例えば、やばいっていう言葉。これはネガティブな意味でも使いますし、ポジティブな意味でも使います。やばい、遅刻するって言えば困っている感じだし、このケーキやばいって言えばすごく美味しいっていう意味になります。同じ言葉なのに、場面によって意味が全然違う意味になるんですね。はい、今日はですね、友達との会話とか、あとは SNS でよく使われる日本語のスラングを6個ご紹介したいと思います。今日は、えぐい、やばい、それな、じわる、ガチで、知らんけど、この6個です。はい。ただね、これは一つだけ注意があります。今日ご紹介する言葉は、どれもかなりカジュアルな表現です。なので、会社の上司とか、学校の先生、あと初対面の人とかに使ってしまうと、失礼に聞こえてしまう場合があります。なので、仲のいいお友達とか SNS とかでは、自然に使えるんですけど、フォーマルな場面では使わない方がいいですね。うん。まずは、日本人はこういう場面で使うんだ。ああ、こういうニュアンスがあるんだっていう感じで、聞いてもらえたら嬉しいなと思います。はい。そして、このマイの日本語ポッドキャストではメンバーシップもやっています。興味がある方はぜひ概要欄をチェックしてみてください。はい。じゃあ、まず一つ目の表現は、えぐいです。皆さん、えぐいっていう言葉聞いたことありますか？これはね、日本人の会話とか SNS とかでもね、結構よく使われる言葉です。えぐいっていうのは、もともとは少し強い言葉です。例えば、何かがきつい、ひどい、強烈だっていうような意味で使われていました。でも、今はネガティブな意味だけではなくって、ポジティブな意味でも使われることが多いです。例えば、ネガティブな意味で使う場合は、今日のテストの難易度、マジでえぐい。これは、テストの内容が難しすぎる、きついっていう意味ですね。あと他にも、今日の仕事量えぐいって言ったら、今日の仕事が多すぎる、もう本当に大変っていう意味になります。こんな感じで、ネガティブな意味で使うときは、大変すぎる、きつすぎる、ひどいっていうニュアンスがあります。で、ポジティブな意味で使う場合は、例えば、このラーメンえぐいって言ったりします。これは、ラーメンがすごく美味しいっていう意味ですね。ただ、美味しいだけじゃなくって、びっくりするくらい美味しい。ありえないくらい美味しいっていう感じです。他にも、あの人の歌えぐいっていうと、あの人の歌がうますぎる、すごすぎるっていう意味になります。ただ、歌がうまいだけだったら、
あの人歌うまいねって言えるんですけど、でも、鳥肌が立つレベル、鳥肌が立つくらい上手い時、本当にレベルが高いって感じた時には、あの人の歌えぐいって言ったりします。つまり、このえぐいっていうのは、いい意味でも悪い意味でも、普通のレベルを超えているっていう感情を表す言葉です。すごいよりもちょっと強い感じですね。二つ目はやばいです。これは本当に日本人がよく使う言葉です。もしかすると今日紹介する6つの表現の中で一番よく聞く言葉かもしれません。やばいっていうのはもう本当にとっても便利な言葉なんですけど、その分意味がすごく広いです。ポジティブな意味でも使いますし、ネガティブな意味でも使いますし、あとはびっくりした時とかにもやばいって使います。例えば、ネガティブな意味で使う場合は、このままだと締め切りに間に合わなくてやばいって言ったりします。これは締め切りまでに終わらなそうで困っている。時間がなくて焦っているっていう意味ですね。他にも財布忘れた、やばいって言うと、財布がなくて困った、払えない、どうしようっていう意味になります。この場合のやばいっていうのは、何か問題が起きた時とか、あとは焦っている時に使う表現ですね。でも、このやばいはポジティブな意味でもすごくよく使います。例えば、このケーキやばい。これはこのケーキすごく美味しいっていう意味です。ただ美味しいっていうだけじゃなくって、思ってたよりもすごく美味しいとか、感動するほど美味しいっていう感じですね。うん。でも、ちょっとややこしいんですけど、料理が美味しくない時とかでも、やばいって使うんですよ。で、どうやって使い分けるのかっていうと、これは、表情ですね。そう。例えば、笑顔とか、あとはびっくりした感じの、やばいっていう、こんな感じだったら、美味しいっていう意味で言ってることが多いです。はい。でも、真顔とか、あとはちょっと顔を歪めながら、うわ、やばい、みたいな。こういった感じで言うと、美味しくないっていう意味で使うことが多いですね。やばいっていうのは言葉だけでは意味が決まらないんですね。声のトーンとか表情、それからその場の状況によって意味が変わります。例えば暗い声でやばいって言ったら困ってる感じや不安な感じになりますし、明るい声でやばいって言ったらすごい、最高、めっちゃいいみたいな、そういった意味になります。なので、日本人がやばいって言った時は、その言葉だけを聞くのではなくって、表情とか声のトーンも意識すると意味がわかりやすいかなって思います。三つ目の表現は、それなです。このそれなは、相手の意見に強く同意するときに使う言葉です。意味としては、本当にそうだよね。めっちゃわかる。私もそう思うっていうのに近いですね。例えば、友達が最近物価高すぎないって言ったとします。その時に、それなって言うと、その友達の意見に同意しているっていう意味になりますね。他にも、休みの日って一瞬で終わるよねって言われた時に、はあ、マジそれなって返すことがあります。これはもうめっちゃわかる。ほんとその通りっていう感じですね。こんな感じで、それなっていうのは、相手の言ったことに対して軽くカジュアルに同意できる便利な表現なんですね。ただ、この言葉はすごく便利なんですけど、ちょっと軽い印象があります。
なので、真剣な相談をされた時とか、あとは相手が本気で共感を求めている時とかに、それなだけで返しちゃうと、ちょっと冷たく聞こえることがあるかなって思います。うん。相手は本気で悩んでいるのに、ちゃんと話を聞いてくれてないって感じてしまうかもしれません。なので、それなっていうのは、軽い会話とか、あとは共感しやすい話題で使うと自然な表現ですね。4つ目は、じわるです。これは最初はそこまで面白いって思わなかったけど、後からだんだん面白くなってくる時に使う言葉です。もともとはじわじわ笑えてくるっていう感じから来ている表現ですね。で、このじわじわっていうのは何かが少しずつこう広がっていくようなイメージです。なので、このじわるっていうのは笑いが一気に来るっていうよりかは、こう後から少しずつ笑えてくるみたいな、そういった感じですね。うん。なのでこう大きな声で、あはははははって笑うっていうよりかは、後から思い出して、ふふって笑っちゃうみたいな。そんな感じです。例えば、変な写真を見たときに、最初は、何これって思ったとします。でも、見れば見るほど、だんだん面白くなってきた。そういう時に、この写真じわるって言ったりします。あとは、SNS とか YouTube のコメントとかでも、この動画なんかじわるっていう表現をよく見かけます。これはすごく面白い、爆笑するっていう感じよりも、地味に面白い、なんか癖になる面白さがあるっていうニュアンスですね。5つ目はガチでです。これは本当に、本気で、マジでっていう意味で使われます。ガチっていう言葉には、もともと本気とか真剣っていうニュアンスがあります。例えば、ガチで美味しいっていうと、本当に美味しいっていう意味ですね。他にもガチで疲れたっていうと、本当に疲れたっていう意味になります。軽く疲れたっていう感じよりは、もう本当にかなり疲れている感じです。あと、あの人ガチで日本語うまいっていうと、あの人は本当に日本語が上手っていう意味です。もうお世辞じゃなくって、本当に上手だよっていう、そういうニュアンスがありますね。ここでガチでとマジでの違いについてもちょっとお話ししたいと思います。このガチでとマジでは、どちらも本当にっていう意味で使われることがあります。例えば友達からびっくりする話を聞いたときに、マジでっていうこともできるし、ガチでっていうこともできます。ただ、この2つはちょっと少しニュアンスが違います。このマジでは驚いた時とか、あとは相手の話を確認したい時によく使いますね。例えば友達が明日テストだよって言った時に、マジでって言うと、本当に知らなかったっていう、こういった感じになります。で、ガチでも本当にっていう意味で使えるんですけど、マジでよりもちょっと強く聞こえるかなと思います。それって本当なの？本気で言ってるの？って、こう相手の話が本当かどうか、もしくは相手が本気なのかを確かめるような、そういったニュアンスがありますね。例えば、友達が今年は本気で日本語を勉強するって言った時に、ガチでって聞くと、それって本当に本気なのって、こう確かめる感じになりますね。最後は知らんけどです。
はい、これはもともとは関西でよく使われる言い方なんですけど、最近は関西以外の人たちも、会話とか SNS でよく使いますね。意味としては、はっきりとはわからないけど、責任は持てないけど、多分そうだと思うけど、よくわからないっていう感じです。例えば、明日雨降るらしいよ。知らんけど。って言った場合。これは明日雨が降るって聞いたけど、確かではないっていう意味ですね。自分でちゃんと天気予報を確認したわけではないんだけど、他の人から聞いたから、降るらしいよ、みたいなね。そういった感じですね。で、他にも、あのお店美味しいらしいよ。知らんけど。とかね。こうやって言ったりします。これはネットでは美味しいって書いてあったけど、自分自身はまだそのお店に行ったことがない。だから本当に美味しいかどうかはわからないっていう、そういった意味で使いますね。うん。こんな感じで、知らんけどは、何か情報を言った後に、最後に少し逃げ道を作るような感じですね。うん。ただ、これは冗談っぽく軽く使われることが多いです。なので、責任を取りたくないっていうよりかは、会話の最後に少し緩く付け加える感じですね。例えば何かを説明している時に最後に知らんけどってつけるとちょっと笑いが起こることもあるんですよ。いやいや、そこまで言ったのに最後は知らんのかいみたいなそういう感じでね。はい。ちょっと面白い表現ですね。はい、今日はですね、日本人がよく使うスラングについてご紹介しました。いかがでしたか？今日ご紹介した言葉は、どれも日本人の会話とか SNS、あとは YouTube のコメントとかでも本当によく出てくる表現です。こういう言葉を知っておくと、日本人のリアルな会話が少し聞き取りやすくなったり、あとは SNS のコメントとかも前より楽しく読めるようになるかなと思います。ただし、今日ご紹介した言葉は、もう最初にもお伝えした通り、本当にどれもね、かなりカジュアルな表現なんですよ。なので、友達との会話では、自然に使えるんですけど、目上の人や、あとは、初対面の人との会話では使わない方がいいですね。はい。なので実際に使うときは相手との関係性や、場面に注意して使うようにしてください。日本人のお友達がいる方はね、ぜひカジュアルな会話の中で少しずつ使ってみてください。はい。それでは本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。